おはようございます。ケンです。もし今のテスラを見て株価は冴えないし成長は鈍っているんじゃないか、そう感じている方もいるかもしれません。ですが最近のテスラの動きを細かく見ていくと、むしろ真逆のサインが出始めています。テスラは今、値下げする会社から値上げできる会社へと静かにフェーズを変え始めています。そして車は買って終わりの製品ではなく、ソフトウェアで進化し続けるプラットフォームへ。さらにその先にはロボタクシーというとてつもなく大きな事業も控えています。今日はこの3つの視点からテスラの現在地とこれからそれを整理していきたいと思います。まず最初に見ていきたいのがサイバートラック AWD の価格の引き上げです。テスラはサイバートラックの AWD モデルについて来月から価格を引き上げることを明らかにしました。ここがとても重要なポイントです。なぜなら値上げっていうのは需要が供給を上回っている時にしかできないからです。これまでのテスラは販売台数を伸ばすために何度も値下げを行ってきました。つまり価格を下げないと売れないフェーズにあったという風な側面もあります。しかし今回、あえて価格を上げる判断をしました。これはこの価格でも売れるという自信の表れとも言えます。言い換えると、テスラが価格決定力を取り戻しつつあるというサインじゃないかと思います。価格決定力が戻るということはどういったことになっていくのかと言いますと、まずは利益率が改善します。利益率が改善すると最終的には EPS、つまり1株当たりの利益、これが伸びやすくなります。株価は短期には上下しますけれども、長期的には利益が成長していくようになっていきます。ですので、今回の値上げっていうのは、単なるサイバートラックの話ではなくって、テスラ全体の収益体質が変わり始めている可能性を示しています。これっていうのは、オーナー目線でも値上げはポジティブになってきます。なぜなら価格が上がる車っていうのは資産価値が下がりにくくなるからです。買った瞬間に価値が落ちる車から持っている価値が維持されやすい車になっていく。ここも大きな変化です。ということで、サイバートラックの価格がどれくらい上がるのか、そして価格が上がった後も需要が落ちないのか、ここが次に見るポイントになってくると思います。また、昨日 X 上ではサイバートラックがヨーロッパで輸送し始められているという情報も出てきました。つまり、サイバートラックの世界展開、これが今後始まるかもしれません。そういった点においても、世界でどれくらいの価格で売れていくのか、ここも次は見ていく必要があると思います。そして引き続きサイバートラック関連ですけれども、次にサイバートラックの ANC、アクティブノイズキャンセルについて見ていきます。これは車内に入ってくる不要な騒音を電子的に打ち消して静かにする技術のことです。テスラはサイバートラックに ANC をソフトウェアのアップデートで有効化する予定です。ここで注目すべきなのは、すでにハードウェアは搭載されているという点です。つまり能力っていうのは最初から車に入っている。あとはソフトウェアでロックを解除するだけ。この考え方はスマートフォンと似ています。買った後にアップデートで機能が増えていく。性能が上がる。テスラの車はすでにこの世界に入っています。これは車を売って終わりのビジネスではありません。使い続ける間、価値を提供し続けるビジネスです。これはテスラの特徴でもありますよね。数年前の話ですけれども、アップデートでカメラの性能が上がったことがありました。つまりバックモニターなどのカメラの性能が良くなったんですよね。これっていうのはハードが全く変わっていないのにカメラの性能を上げてきたんです。僕はあの時ソフトウェアのアップデートでこういったこともできるんだと驚いた記憶があります。当時からテスラに乗られている方ありましたよね。覚えてませんか？僕はハードが何も変わっていないのにカメラの性能が良くなるっていうことを驚いた記憶があります。そういった点においてもテスラっていうのはソフトウェア企業という側面も非常に強いですし、FSD もソフトウェアになりますので、一層ソフトウェア企業としての立ち位置に近づいているというふうに
に言えると思います。そして3つ目です。サイバーキャブについて見ていきましょう。いわゆるこれはロボタクシー構想になってくるんですけれども、最近このサイバーキャブなんですけれども、名称をめぐって商標の争いが起きています。先日、サイバーカー、サイバービークルっていう商標を取ったという風な話題も出ました。その時にサイバーキャブの下にサイバーカーと書かれた画像とかが出てきたりしたんですけれども、このサイバーキャブという名前について、今現在商標の争いっていうのが起きています。一見するとこれはただの名前の問題に見えるかもしれませんけれども、本質っていうのはそこではないんです。商標で争いが起きるほどテスラが本気でこれを事業化として進めているという事実が重要です。もし単なる構想レベルならここまで踏み込んでこないと思います。ロボタクシーが実現するとテスラのビジネスモデルは根本から変わってきます。車を売る会社から移動サービスを提供する会社になっていきます。そうすると1台売って終わりではなくて1台が何年にもわたって収益を生み続けていくんです。ここが多くの人がまだ十分に織り込めていないポイントになってきます。サイバーキャブの名称、だからこそテスラはこのサイバーキャブという名前に非常にこだわっているというのがあります。果たしてこのサイバーキャブという名前がどうなっていくのか、まだ争い中ということでなかなか決着がつかないですけれども、また続報があれば紹介をしていきたいと思います。はい、ではまとめていきます。テスラは再び値上げできる会社になりつつあります。車はソフトウェアで進化する時代に入っています。そしてロボタクシーという巨大市場を本気で取りに行っています。株価だけを見ていると見えないものがあります。ですが中身を見ていくとテスラは静かに次のステージへ進んでいます。これからも表面的なニュースだけではなく、その裏にある意味、これを皆さんと一緒に見ていけたらと思います。ぜひ皆さんがどのような視点で今テスラを見ているのか、これをコメントで教えていただければと思います。はい、では最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は上昇し、現在415ドルとなっております。なかなか410ドルから420ドルのレンジ、これを抜けてこないなというところがあります。そしてテスラ株なんですけれども、今年に入って下落しています。SNS や掲示板でも弱気な声を見かけています。ですが、企業が大きく変わるタイミングでは、必ず疑いっていうのが生まれるんです。過去を見てもビジネスモデルの転換の初期段階というのは市場に理解されにくい傾向がありました。今のテスラは短期的な数字よりも長期的な方向性を見るフェーズだと思います。値上げができるソフトで進化するロボタクシーを本気で狙っている。この3つが同時に進んでいる企業はそう多くはないと思います。なのでこれからもテスラに投資をしていくならばテスラを応援していく長期的な目線で取り組んでいくっていうのが大事になってくるんではないかと思います。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。もしテスラの購入を検討されているなら、僕は中古をお勧めします。テスラの場合は今日の内容にもありましたけれども、アップデートしていきますので、去年買おうが今買おうが中身は同じです。モデル 3Y それぞれデザインは変わりましたけれども、基本的な中身は同じです。それを踏まえると、一番のおすすめはハードウェア4搭載の中古を買うのがいいと思うんですけれども、なかなかハードウェア4搭載の車が今出てこないんですよね。モデル3のハイランドはちょくちょく出てくるんですけれども、モデル Y のハードウェア4っていうのがなかなか出ない状況です。ただ、ここでですね、少し視点を変えていきましょう。先日、中古テスラの勉強会をしたんですけれども、その時の話を皆さんに少しシェアをしていきたいと思います。FSD はもうアメリカでは一括の買い切りがなくなってサブスクに切り替わりました。この流れっていうのは必ず日本でもやってくると思います。まだ日本では FSD がフルで使えないので、今でも一括で買うことができるんですけれども、規制の承認が終わった瞬間ぐらいには、テスラの FSD に関してはサブスクに変わってくると思います。そうなってくると、毎月使用料を払う必要があるので、今テスラを買うっていう人は FSD を最初からつけておこうかなという風な選択になってくると思うんですけれども、そこで出てくるのが中古のテスラなんです。中古のテスラで FSD が入っている車っていうのが時々出てくるんですけれども、FSD が入っているからといって、その中古の価格が
他に比べて高いのかというと、そこまで差っていうのがないんですよね。なので、今のうちに安い中古のテスラを買って、それも FSD 付きを買っておいて、次今後新しくなるテスラ、それを買うときに乗り換えで FSD も移行させたらいいんじゃないかなと思います。この FSD の移行がいつでもできるのかということに対して疑問があるんですけれども、ここに関しては僕の方が今度テスラの方に取材に行くことができるようになったんです。その時にその移行についても聞いてみようかなと思いますので、ぜひね、そのあたりも踏まえてテスラを買うんだったら今は中古のテスラで FSD 付き、これがいいんじゃないかなと思います。過去にテスラは FSD の移行キャンペーンっていうのもしていますので、こちらに関しても今日の内容と少し被りますけれども、ソフトウェアなので移行することもできるので、移行キャンペーンっていうのもきっとやってくると思います。そのタイミングで新しいテスラを買って FSD も移行させると FSD の料金っていうのがかなりお得になってくるんじゃないかなと思いますので、この間の中古テスラの情報交換会ではこれからの狙い目はテスラの FSD 付きの車を買っていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。そして先週も早速ね FSD 付きのモデル Y が出ました。やはりね定期的に FSD 付きの車出てきますので、そういった車を今のうちに仕込んでおくっていうのも一つの戦略としていいんじゃないかなと思います。興味がある方は中古テスラの LINE のリンク、こちら概要欄に入れてますので、そちらの方を登録ください。定期的に中古情報をお届けしています。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。